皆さんこんにちは。広末のチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日もですねよろしくお願いします。今回はですね皆さんにお願いがあります。ちょっとカンペをですね使わせていただきたいんですね。というのが最近海外の取材が重なりましてね、かなり疲れとって頭がもう本当に疲労しとるんですよ。一番聞いたのがこれはですねフランスのある放送局からですね映画収録の依頼があったんですよ。それでこれドキュメンタリー映画で、私に出てくれということで収録をしました。でこれが9月の15日ぐらい、まだ暑くてですね気温が30度ぐらいあった。この時ですね私の講師をしている久留米大学の理事長室の横の応接間でですね撮ったんですけど、30度ですよ。クーラーを消せって言うんですよ。いやこれはどういうことでしょうと思ったら、クーラーの音をですねマイクが拾っちゃうからダメだって言うんですね。30度の中クーラーなしでですね3時間スタッフも いるわけですよ。みんなも大変と思いますけど、いや私ね照明は当たってるでしょ。もっと暑いんですよね。でそれがあったもんでですね、いやもう今はですねかなり疲労しております。ということで難しい言葉が結構出てきますのでカンペを使ってですね、お話をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。9月18日付のワシントンポストでも出ましたけれども、本当にもうヤクザが瀕死の状態にあると、もう減り続けてなくなるんじゃないかというようなそのご指摘があるわけですね。実際これはですね非常に厳しいです。でこの原因が何なのか、皆さん法律のせいだと思われるかもしれませんけれども、実はですね法律だけではない。1992年に暴対法暴力団対策法というものができましてですね、確かにヤクザに対する規制はかかったんです。しかしもっと厳しいものがですね2010年から、全国の自治体で施行されたんですね。これがですね暴力団排除条例と言います。暴力団排除条例っていうのはどういうものかっていうところからまずお話ししないといけないんですけれども、いわゆる暴力団を取り締まるものではなくてですね、ヤクザと市民を付き合わせないことを目的としているんですね。だから企業は様々な契約書にですね、反社会的勢力の排除条項というものを今入れるようになっているんですよ。そこにチェックをさせるというのが今日本の企業どこもやる常識的な契約書になってるんですね。これまでつまり暴力団対策法で対決をするのは警察とヤクザだったわけですよね。ところが暴排条例では自治体対ヤクザ、市民対ヤクザという対決姿勢、その構図が新たに加わったわけです。だから日本からですねヤクザは今締め出されて、いわゆる官制お上が作った仲間外れ村八分状態に置かれているわけなんですね。これだから暴排条例っていうのは簡単に言うとヤクザに対して利益になることをしてはいけませんよと言うんですね。だから銀行口座作らせません、マネーロンダリングが危険があるからダメですよ、あるいは携帯電話、これも利益になりますよね、ダメです。お部屋を借りる、これもダメです。もう全部ダメなんですよね。非常にこれではですね彼らとしても生活すらしづらい。私こう見てていろんなケース見てきましたけど、ヤクザとそのあと家族までねこの巻き添えになるのはちょっとどうかなとは思うんですよ。でこの条例っていうのがまたくせ者でしてね、条例っていうのは都道府県でそれぞれ制定するもんなんですよ。でもこれ日本全国の都道府県でやっちゃうともう法律みたいなもんじゃないですか。どこに行ったってその暴排条例あるわけですから、
制の適用を受けるわけですよね。日本のその憲法において日本国民であればですね、幸福追求権とか生存権とかですね、様々な権利っていうものが認められてるわけですね。でここでその日本国憲法にヤクザは除くというふうには書かれてないんですね。確かにヤクザの人っていうのはしのぎで上がった利益から税金を払ってるわけではないですよね。しかし間接税は払ってるんですよ。物買ったら消費税払わないかんしですね。タバコ吸ったらタバコ税払わないかんわけですからね。だから日本国民であるのにもかかわらず権利は認めないよっていうのはちょっとどうかなっていうのがですね、僕はすごく気になってます。でそれから法的に考えると問題もあるんですよ。日本の法律って内閣法制局の審査を受ける必要があるんですよ。これとりわけ憲法、そして現行の法制との関係、立法内容の法律的な妥当性、これすごくね厳しくチェックされるんです。自治体の条例ってこの内閣法制局のチェック受けてるでしょうか？受けてないんですよね。だからその憲法と整合性がないことでも通っちゃうんですね。でこれが私の住む福岡県という自治体だけならいいです。でも全国の自治体でやってるから法律と変わんないんですよね。これはいかがなものか。結局私としてはこの条例で個人が憲法で保障された権利に対して制約を受けるということがちょっと納得いかなかったんですね。いやこれねもう一遍言います。くどいですけどすみません。暴力団排除条例、いわゆる暴排条例は内閣法制局の審査を受けてないんですよ。これだからあくまでも条例で法律ではないにもかかわらず法律同様の効力を持って彼らの暴力団の人のですよ社会権を制約してしまっている。これはですね私納得いかなかったんですよね。実際に私アンダーグラウンドに行っていろんな人の話聞いてる。そうするともう本当に恨みつらみの怨嗟の声ですよ。おかしい。特にやっぱり自分はしゃあないと、ヤクザっていう道を選んだ俺はしゃあないけど俺の女房子供は何したんやと。この気持ちは僕痛いほどわかります。で私はだから2015年にお金をもらってですね、これはある機関からお金をもらいまして実際フィールド調査を行って、これちゃんとネットで見れます。その財団のホームページでですね。でそれからずっとこの問題は声を上げて指摘してるんですよ。おかしいと。なぜなら私が恐れる点があるんです。私がだからこの暴排条例に対して問題視してるのは決してヤクザという人たちを擁護してるわけではないんですよ。じゃなくてそのね副作用というものが結構危惧してるんですね。それ何かと言いますと、暴排条例でヤクザを排除できました。確かにヤクザは2010年から右肩下がりで減っています。しかし裏社会の人口が減っているかというとそうではないんですよね。これ私自身が定期的に裏社会訪れてそこの人たちから話を聞くんですね。で自分の目で見て耳で聞いた情報、これからね判断すると決してヤクザが減っていいことだけではないっていうのが本当に身に染みてわかるんですよ。口座が開設できない、じゃあ闇の口座買います。労働ができない、仕事ができない、分かった、覚醒剤売りましょう。お金がない、お金に困った、じゃあ特殊詐欺やっちゃいましょう。結局その犯罪の被害っていうのは一般市民なんですよね。それもどちらかというと社会的弱者ですよ。
でそこに巻き込まれる、いわゆる実行犯にされる人たちっていうのも、お金に困った若い人たちとかですね、そういう人たちなんですよね。だから私が言いたいのは、妨害条例がヤクザを減らしても新しい新たな被害者を生んでしまっているというところが非常に問題だと言いたいんですね。2021年2月にですね、私は現在の裏社会の実態というものを一冊の本にまとめたんです。だからヤクザをやめられない裏社会メルトダウン。これ新潮社の新書で出ておりますけれども、これ実は副題の裏社会メルトダウンの方が重要なんですよ。で、この私の本では大きく2つのですね、犯罪組織個人の危険性について警告をしてるんですね。1つ目、ヤクザ組織で食えないヤクザの離脱が加速しているということですね。で、彼らは離脱してまっとうに労働ができたらいいですけれども、会社企業はですね、元ヤクザって雇いたがらないんですよね。これ私だから半グレとは区別して元棒アウトローと言っています。ヤクザの組織に所属をしていたら、掟というものがありますよね。そしてタブーな犯罪もありますよね。例えば年寄りのね、おじいちゃんおばあちゃんをターゲットにした特殊詐欺、これやったらヤクザではもう破門ですよ。でも今日本社会多いですよね、特殊詐欺。あるいは女性とか子供を巻き込む犯罪、これはできないです、ヤクザにいたらですね。しかしですね、一旦ヤクザの組織を外れたら掟もない、タブーもない、もう金になったら何でもしちゃうと。さらに組織の外に出た人っていうのはですね、動向がつかめないんですよ。いわゆる匿名化しちゃうんです。だから警察もですね、その把握っていうのはちょっと難しくなってくるんですね。一つ目の問題は今お話をした元棒アウトローの脅威。次、二つ目です。二つ目はですね、新たな犯罪勢力の台頭なんですね。2000年代からですね、暴走族、これはアメリカでは雷ライダーというふうに言われてるみたいですけど、ここの OB を中心としたクリミナルギャングの活動が活発化されてるんですね。彼らは半グレと日本では呼ばれる集団です。ヤクザのような組織性は持っていない。しかし犯罪はですね、ヤクザと同じレベルかそれ以上で、彼らの名前半グレというのは半分ヤクザゆえに半グレと言うんですね。今この半グレのですね、犯罪が日本では非常に活発化しているんですね。で、2010年妨害条例できましたから、結局ヤクザが動けなくなったんですね。で、その動きが取れないヤクザに代わって半グレが活動を本格化させたわけです。ところがですね、本末転倒なんですけど、この半グレにヤクザが加わってきてるんですよ。大体もう今の段階ではですね、最初はもう2010年の初めの頃っていうのは半グレが勢いがあったですから、ヤクザも把握できてませんでしたけども、やっぱり蛇の道は蛇って言いますかね、裏社会はやっぱりヤクザが、支配者ですから、半グレをグリップしてその手先に使うっていうこともしてるし、あるいはこれはもう少ないケースですけれども、逆に半グレのメンバーとしてヤクザの人が元ヤクザの人がですね加わっているというようなことも、あるんです。初めはですね、ヤクザの支配を嫌がった半グレだったんですけれども、もう徐々に今はヤクザの支配下に置かれていると。そして現在半グレはですね、ヤクザ組織の実行部隊として、活動しているものもですね多いんです。さらに、半グレを束ねるそのトップですね、
その人がその元ヤクザだというケースもまま見られております。半グレな犯罪というのは暴力を用いるというよりはですね、詐欺的な手法を用いた犯罪が多いんです。オレオレ詐欺をはじめとしましてですね、各種の詐欺っていうのは2010年以降もう倍増しているんです。そしてあと大麻ですね。今非常に日本の若者の間で社会問題化してます。大麻というのはですね、覚醒剤に比べて容易に入手できますから、半グレが商うケースが多いんですよね。そして若者の大麻使用者っていうのは、2011年からデータ見てもですね、約10倍増えてるんですね。今日本の裏社会、この犯罪っていうのはですね、新たな段階に入ったのかなというふうに私は考えております。今回の動画はですね、海外向けに作っておりますので、過去の私の動画と内容的にですね被るところがあると思います。これはちょっとですねご容赦いただきたいなと思います。でまたこれからもですね、いろいろとお話をしてまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。今回はまたご覧いただきましてありがとうございました。